それでは、今日これから作るモデルを見ていきます。ご覧のように、半透明な水槽の中に2匹の魚が泳いでいるのが見えると思います。細かいところを見ていくと結構バグはあって、例えば、魚の胴体とヒレがくっついていないとか、ヒレの向きであるとか、石がちょっと浮いているとか、クロードは現在のところ Unity MCP を通してオブジェクトを画像として見ることはできないので、いわば福笑いのような状態でオブジェクトの座標を頼りに物を置いています。なので、細かく物をくっつけたりすることは現状苦手みたいですね。これからアップデートで画像を確認するような能力が手に入ると、この辺はもしかしたら改善されるかもしれません。今後のエコシステムの進化に期待したいですね。MCP プロトコルについて簡単に解説しておきます。MCP プロトコルというのは AI が様々なツールを使うことができるようにするプロトコルです。具体的には AI、今回使うのは左側にあるクロード、アンソロピック社の AI ですね。が、Unity の中に入れてある MCP サーバーに対して、どんなツールを私は使えますかとか、わかりました。じゃあ、この座標にオブジェクトを追加してください。みたいなリクエストをすることができます。MCP はもともとアンソロピック社が提案したプロトコルですが、オープンなプロトコルでサーバーの実装も誰でもすることができるので、Unity や Blender、Ableton、Brave など様々なサービスに対して MCP サーバーの実装があります。ただし、公式ではなくて、あくまで開発者が個人で開発して使ってよって言ってるものも結構あるので、セキュリティなどは気をつけてください。今回紹介する Unity MCP も開発者個人の方が公開されているものを使います。今回使う MCP サーバーの紹介です。今回はジャスティン・ P・ バーネットさんの Unity MCP を使います。公開されてまだ数日ですが、スターが700を超えている注目されている MCP サーバーです。Unity の MCP サーバーには他にも Ardoid さんの Unity MCP というのもありますが、こちらよりもジャスティン・ P・ バーネットさんの Unity MCP の方が勢いがありますし、両方を使った感じ、こっちの方が動作が確実で、しかも導入もしやすかったので、こちらを紹介します。それでははじめに、クロードをダウンロードします。クロードのダウンロードで検索して、自分の OS に合ったバージョンをダウンロードしてください。ダウンロードしたらクロードを起動します。ログインをすると、このようにクロードを使える画面になっていると思います。クロードのダウンロードはこれで完了です。続いて Unity のプロジェクトを作ります。Unity のプロジェクトは Unity MCP の注意事項にあるように Unity 2020の3月以降のバージョンを使いましょう。プロジェクトを作ります。私は Universal 3D で動作を確認しましたが、他でも動くんじゃないかと思います。プロジェクトの名前は何でも大丈夫です。続いて Unity のプロジェクトに MCP サーバーを導入します。先ほど作成した Unity のプロジェクトを開き、Window、パッケージマネージャーで MCP の URL をクリックして、Add package from Git URL から URL を入力し、
.git。これ重要なので必ず入れてください。入れないと反応しないです。追加します。追加すると、しばらく wait した後に MCP サーバーがインストールされます。コンパイルが成功すれば OK です。この時、右上にパッケージのディペンデンシーがインバリッド、つまり依存先がおかしいよというの警告が出るんですけど、このパッケージのバージョンの違いは現状無視しても問題なさそうです。クロードと Unity のプロジェクトの準備が終わったので、いよいよ Unity MCP をインストールします。Unity MCP はローカルにダウンロードする必要があります。Git を持っていない人もいるかもしれないので、普通にダウンロードしていきましょう。ダウンロードした Unity MCP のリポジトリはダウンロード配下だと消してしまう可能性があるので、ドキュメンツに配置しておきましょうか。あれ、Unity MCP をローカルで動かすためには UV が必要です。UV というのは Python のパッケージマネージャーで Python で書かれているソースコードをローカルで動かすときに複雑な依存しているパッケージをダウンロードすることを手伝ったりしてくれます。Windows の場合は PowerShell から実行可能です。インストールしたら実際に UV とタイプしてダウンロードされていることを確認しましょう。クロードに MCP のクライアントを導入します。セッティングから Developer Edit Config で Cloud Desktop Config.json を開いてください。私は VS コードで開いていますが、何で開いても大丈夫です。そうしたら、Unity MCP が MCP サーバーズの中に入っているように設定してください。ちょっと紛らわしいので他のは消してしまいますね。これで OK です。この時、引数の2つ目は、先ほどダウンロードしたパスに書き換える必要があります。私は先ほどドキュメントの下にダウンロードしたので、ドキュメンツ、あ、失礼。ここですね。ダウンロードしたリポジトリのすら Python。これを入れましょう。で、JSON ではバックスラッシュはインバリッドなんですが、Windows はバックスラッシュじゃなくてスラッシュでも普通にパスとして認識するので、実際読んでるのは中の Python だと思うんですけど、このように直してあげると JSON としても正しくなります。これで設定ができました。ここは皆さんがダウンロードした環境に応じて変えてくださいね。そうしたら、まだ反映されてないですよね。クロードを一旦落とします。アプリケーションが落ちたのはタスクマネージャーから確認してください。クロードは後ろで動いていることがあるので、エンドタスク。これで確実にクロードをキルして、再度開きます。
それでもう一回セッティングディベロッパー。はい。開くと、ランニング。ここで UnityMCP ランニングと出ていれば、UnityMCP が正しく動作しています。では、いよいよモデリングを始めます。まずは、ちゃんとプロジェクトを認識しているか確認しましょう。UnityMCP を使って、シーンの情報を教えてください。ちなみに日本語でも大丈夫です。今回は動画のために英語で入力してます。実行すると MCP のコマンドを実行する許可を求められるので、Allow for this chat で、このチャット中は再び許可が求められないようにするといいと思います。といっても今回は実験のために新しく Unity プロジェクトを作っているので、勝手にオブジェクトをぐちゃぐちゃにされるみたいな危険がないからいいんですけど、複数人で開発してるとか、これお客さんがいるプロジェクトなんだっていう時は、ちょっと毎回確認した方がいいかもしれませんね。実行できました。では、いよいよモデリングをしていきます。Unity MCP を使って、水槽と魚をモデリングしてください。はい。Create Object という新しいコマンドの許可を求められましたね。マテリアルもですね、早速作られてますね。ただ多分、透明なマテリアルの付け方を彼がちょっと詳しくないみたいなので、そこは後で人間の手で補足していきます。リアルタイムで編集されているのがわかると思います。今これ、透明度の設定に失敗してるから見えないだけで、中を覗くとちゃんとモデリングされてますね。オブジェクトがどんどん増えてるのがわかると思います。が、さて、半透明になってないのを直します。問題は、インスペクター見るとわかる通り、ガラスマテリアルのサーフェスタイプがトランスパレントになってないことなので、せっかくなのでクロードに頼んで直してもらいます。グラスマテリアルのとウォーターマテリアルのサーフェスタイプがオパキューになっていますが、正しいと思います。修正お願いします。繰り返しですが、日本語で大丈夫です。できますかね。
あ、ダメですね。直ってないので、手動で直します。マテリアルをクリックして、トランスパレント。こっちもトランスパレントにして、はい、できました。いかがでしたか？ MCP をつなぎ込んでみた感想ですが、完璧に物をゼロから作ることはできないけれども、自分がつまずいた時とかに、クロードに解説してもらう分にはかなりいいんじゃないかなと思いました。それに、MCP 自体の問題っていう感じはそんなにしないので、AI の側がもっと賢くなったら今後さらに期待できるなと思います。それではご視聴ありがとうございました。